青森で消費者金融に押し入り多くの人の命を奪った男。一体なぜそんなことが起こったのか。2001年5月8日、青森県弘前市。金を出せ、出さねば火をつけるぞ。午前10時45分、ビルの3階に位置する消費者金融の店舗に響いた男のけたたましい叫び声。突然飛び込んできた男のただならぬ様子にその場に居合わせた従業員は騒然。そんな中、消費者金融の店長は男の前に一歩踏み出すと毅然と言い放ちました。そんな金はここにはない。強盗の男を前に従業員に冷静に指示を出す店長。従業員はすぐに警察へ電話をつなぎ状況を伝え始めます。店側の予想外の対応にあっけに取られ、おろおろと目を泳がせる強盗の男。あとは警察がこの場へ駆けつければ事態は事なきを得るかに思えました。しかし、なぜ金を出さないんだ。ひどく取り乱した様子でそう叫んだ男。この後店内は9人もの死傷者を出す大惨事に見舞われるんです。消費者金融の店舗を襲った凄惨な強盗殺人事件。男が取り返しのつかない凶行に及んだその理由とは。男を狂わせてしまったのは、一度ハマったら抜け出せない借金の泥沼だったんです。おさすけんちゃんです。みやみやみかんです。本日ご紹介するのは青森県で起きた竹藤弘前支店強盗殺人事件についてなんです。この事件はですね、消費者金融の店舗に強盗が押し入ってですね、9人が死傷するという非常に痛ましい事件だったんです。消費者金融に強盗って聞くとさ、返せなかったお客さんが逆恨みみたいなことを想像しちゃうんだけど、そういうことなの？実はこれ逆恨みというよりは、もうこの犯人はね、強盗しか借金を返す術がないって思い込んでたんです。今回の事件はそんなね、借金の恐ろしさを思い知らされる事件でもあったんです。9人の被害者を出したこの大惨事は一体どのようにして起こったんでしょうか。実は犯人でさえここまでの事態になるとは思ってなかったです。想定外の惨事。2001年5月8日、青森県弘前市。午前10時45分、市内の雑居ビルの駐車場に停車した1台の車。その運転席に座っているのは小林光弘。小林は車内で目を閉じ、この後の自分の行動を何度もシミュレーションしていました。よし、これなら完璧だ。意を決した様子で目を開けると、運転をはめ車を降りた小林。その手にはオイル缶と新聞の束が。小林はビルに入ると丸めた新聞紙にガソリンを染み込ませ、それを階段の踊り場に落としました。そうしながらたどり着いたのはビルの3階、消費者金融竹藤弘前支店でした。そして金を出せ、出さねば火をつけるぞ。店舗の入り口をくぐると同時に持っていた缶の中身をその場にぶちまけた小林。そう、この男の目的は消費者金融を狙った強盗。小林はポケットから取り出したライターと新聞紙を掲げ、従業員を威嚇。従業員は一斉に取り乱し、店内は騒然とした空気に包まれます。よし、計画通りだ。車の中で何度もその光景をシミュレーションしていた小林。すべて彼の想像した通りに事が運んでいるように見えました。そう、ここまでは。そんな金はここにはない。すぐに警察へ通報だ。小林の予想に反し、毅然とした態度で彼を突っぱね、従業員への指示を飛ばす消費者金融の店長。小林はその冷静な対応にただ唖然とするほかありませんでした。消費者金融ってさ、お金を扱う仕事だし、恨みを買いやすいわけじゃない。日頃からそういう強盗とか備えてそうよね。でもですね、皮肉にも店長のこの対応が大惨事を引き起こしてしまうきっかけになってしまうんです。なんでだ。ガソリンを撒いたのになんで金を出さない。そう、小林はただお金が手に入ればそれでよく、ガソリンとライターは単なる脅しの道具でしかありませんでした。その脅しが通用しない想定外の状況に彼は激しく動揺。そして次の瞬間、小林は手元の新聞紙に火をつけ、それを放り投げたんです。小林が投げ込んだ火種は店内に撒かれたガソリンに引火。瞬く間に火に包まれる店内と逃げ惑う従業員たち。小林は慌ててその場から逃げ出し、階段の踊り場に用意してあった新聞の束にも点火。従業員たちの逃げ道を完全に塞ぎ、車を急発進させて現場を立ち去ったんです。この間わずか3分、建物に取り残された従業員たちにはなす術もありませんでした。現場となった竹藤弘前支店では一気に炎が燃え広がり、フロア一帯がほぼ全焼。中にいた従業員のうち4名ははしごを持って駆けつけたガラス清掃業者により重傷を負いながらも脱出。一方で店の奥へ避難した従業員5名に逃げ場はなく、彼らはその場で命を落としてしまったんです。強盗に失敗し取り乱した結果、多数の命を奪ってしまった小林。そしてこの後彼はその罪を悔い改めるどころか、信じられない考えに至るんです。犯人自身もこれ本当に火つけちゃうとか考えてもみなかったでしょうね。5人も亡くなっちゃったら犯人も気が気じゃないんじゃないと思うけどさ、信じられない考えって何？
ここからね、犯人はね、とんでもない現実逃避をするんです。そしてその考えは犯人の心の弱さを表すようなものでもあったんです。受け入れがたい事実。昨日午前10時50分頃、弘前市内の雑居ビルで強盗殺人事件が発生しました。死者は5人。犯人の車は緑のサンバーで、事件から数日後、タクシー会社へ勤めていた小林はその日も何食わぬ顔で出勤していました。一方、車内に流れるラジオの報道を耳にしながらその身をガタガタと震わせていた小林。このままだと俺は捕まっちまうかもしれない。小林は消費者金融の店舗で生き残った従業員に顔を見られており、警察はモンタージュ写真を作成。さらに現場から逃走した車種から実は小林のところにもすでに捜査員が訪ねてきていたんです。この時小林は疑われたら面倒だからと妻に話し、事件当日妻がパートの出勤に車を使っていたことにしてアリバイ工作。妻に偽の証言をさせ、どうにか捜査をやり過ごしていました。一方で日を追うごとに過熱していく報道、強まる犯人への批判に小林は自分が想像するよりもずっと事件が一大事になってしまっていることを痛感していました。そうした世間の煽りを受け、ある時小林は地元局の青森テレビへ匿名で次のような電話をかけるんです。俺は金が欲しかっただけだ。悪いのは金を出さなかった店側だ。従業員が死んだのは店側の責任だ。何言い出してんのこの男は。どう考えてもお店に強盗に入った男の方が悪いでしょ。ほんととんでもない考えなんですけど、5人もね殺してしまったっていうことを店側のせいにして現実逃避をしようとね躍起になってたんですよ。この後も小林はテレビ局宛てに手紙を送付。自分は40代ではない、似顔絵には似ていない、犯行に車は使用していないなど出回っている情報と合致しない虚偽の情報を流し捜査をか乱。さらに事件当時目撃されていた車種の緑のサンバーは市内だけでも1800人も所有者がおり、犯人を絞り出すのは容易ではありませんでした。犯行時間はたったの3分で現場もほぼ全焼していたために証拠はほとんど残っておらず、捜査は1年近く頓挫してしまうんです。放火犯だと確かにさ、証拠がもう燃えて消えちゃう分さ、これもう小林の思い通りというか思惑通りになっちゃうんじゃないの？何よりね、5人も殺しといてそっから責任をね逃れて全部店側のせいにしようっていう小林の人となりっていうところにもう腹が立ちますよね。そもそもね、こんなね人となりだからこそ強盗するしかないような結末に至ってしまったんですよ。抜け出せない沼。1958年5月19日、小林は青森県南津軽郡で4人兄弟の次男として生を受けます。父親は小林がまだ幼い頃、事業に失敗した挙句失踪。女手一つで育て上げられた小林は中学卒業後、夜間高校に通いながら就職。しかし働きながらの勉強が続かずに退学し、以降様々な職を経験した後、青森市内のタクシー会社へとたどり着くんです。紆余曲折を経たものの、29歳の頃には知人女性の仲人により結婚し、つつましやかながらに幸せな生活を送っていました。しかし小林の平穏な暮らしはあることをきっかけに一気に転落していくんです。1996年、小林は仲人を務めてくれた知人女性から次のような連絡を受けます。本当に申し訳ないんだけど、小林さんしかもう頼める相手がいないの。女性の頼み事とは、そう借金だったんです。小林の収入は決して多いとは言えず、急に言われて女性に貸すお金を工面できるはずもないんです。しかしお世話になった女性の困り果てた姿に小林は断りきれず、お金を貸す約束をしてしまうんです。手元にお金がなかった小林はこの時妻と2人の名義を使い、消費者金融から250万円を借り入れ、そうして無理をして恩人に差し出したお金が彼を抜け出せない沼へと引きずり込んでいくんです。俺、人助けがきっかけだったのってちょっと意外ね。何かちょっと逃げ回ってる卑怯なイメージがあったから意外なんだね。想像の通りね、小林はですね、だらしない、とんでもない、マジでやばいやつなんですよ。そうなんだね。知人女性を救うため数百万の借金を背負うことになってしまった小林。ただこれだけなら地道に働いて返せない額ではなかったかもしれません。この他にももう一つ、小林には借金地獄に落ちていく明確なきっかけがあったんです。まさかあんな大金が手に入るとは。あれなら借金なんてすぐに返せるぞ。その日小林は意気揚々と街を歩いていた。その手に握っているのは競輪新聞。数年前から同僚の影響で競輪を始めた小林。当初は1レース1000円ほどの掛け金でほんの気晴らし程度の気持ちで楽しんでいた。しかし小林は先日運よく数十万の高額配当を手にした。以来競輪に興じる彼の顔つきは明らかに変わった。返せる、当たれば返せるんだ、そう自分に言い聞かせながら小林は今日も消費者金融の店舗に入っていく。これは自分への投資だからな。
知人女性に貸すために数百万円の借金をした小林は、それ以来借金に抵抗がなくなってしまっていました。そのため競輪にはまり出すと、消費者金融から軍資金をどんどん借り入れ、借金がみるみるうちに膨れ上がっていったんです。当然競輪の結果は惨敗でしたが、以降も小林はギャンブルの沼から抜け出せず、自動車を担保に入れてでも借金を取り付けるように、借金額は知人女性に貸したものと合わせ、いつの間にか300万円以上になっていました。この頃には小林の給料だけではとても借金を返してはいけず、妻もパートへ出るように、しまいには自分の両親や妻の実家にまでお金の無心をしなければならず、小林はもはや全く首が回らない状態となってしまうんです。そして事件が起こる前年の2000年4月、小林を本当の泥沼に突き落とす出来事がついに起こってしまうんです。嘘だろ。その日の新聞を手に青ざめた顔をしていた小林。その新聞に載っていた記事は、仲人の女性が一家心中を図ったというものでした。恩人の一家が揃って亡くなってしまったことも衝撃的でしたが、何より小林はまだ彼女から250万円を返済してもらっていないんです。彼女が亡くなったことで、その返済義務は全て小林にのしかかってきました。この時小林は親戚などに事情を話し、援助を得てどうにか借金を返済。しかし小林はその直後にまたしても自己破産を余儀なくされるほどの借金をするんです。なんでまたこの状況で借りようって思うの？何回も痛い目に遭ってるじゃないの。もうこの時の小林はもう借金すること自体にもう何の罪悪感もない状態だったんですよ。というわけで本日のメトラーキーワード、借金依存症について。買い物やギャンブル、アルコールなどを止められず、支払い能力を超えて借金を繰り返してしまう借金依存症。この状態にある人は将来的な返済リスクよりも借金をすることでその場から得られる快感を優先してしまうんです。借金をした際、一時的にお金が手に入ったことで、それをまるで自分のお金のように錯覚してしまう人は少なくありません。これはまだ手元にお金がたくさんあるから大丈夫と借金の後ろめたさをごまかす心理の表れとされているんです。小林は今すぐにギャンブルができるという快楽を優先し、借金を繰り返しました。しかし借金依存症の彼には借金をまるで自分のお金のように感じる心理が働いているため、その場では罪悪感を感じないんです。結局自己破産することになった小林は母親にこれ以上借金をしたら絶縁すると叱責を受けながら返済額を援助してもらうんです。ところがその状況においても小林は車を担保に入れ、また追加の借金をしました。そして小林にとって車を担保にすることのリスクは単に彼の返済能力を超えていることだけにとどまりません。早朝、深夜など交通機関が動いていない時間帯に勤務するタクシー会社への出勤には自家用車が不可欠。返済期限の2001年5月1日までに借金を返せなければ小林は車と同時に職を失ってしまうんです。当然借金依存症の小林にこの借金が返せるはずもなかったんです。あの店ならまだ顔も割れてない。ガソリンをまいて落とせばきっと成功するはずだ。小林はまだ一度も利用したことがなかった竹藤、弘前支店に狙いを定め犯行に及んでしまうんです。これ以上どうにかしてくれる肉親もいなくてさ、もう自分でどうにかするしかないって思ってたんでしょうけど、強盗とかしちゃったら終わりじゃない。おっしゃる通りなんです。1年続いたね、小林の逃亡劇にもついに終わりの時が来るんです。そして最後の最後まで彼が自分の非を認めることはなかったんです。事件から10ヶ月が経った2002年3月、警察の捜査は急展開を迎えることに。犯行時、小林がたったの3分で逃走してしまったことや、現場がほぼ全焼してしまったことから困難を極めたこの事件の捜査。しかし現場には一つだけ決定的な証拠が残されていたんです。動画をご覧のメトラーの皆さんは小林が逃走時に取ったある行動を覚えているでしょうか。彼は店の従業員の逃げ道を塞ぐためガソリンを染み込ませた新聞紙を階段の踊り場に置き、そこに火を放ったんです。実はその際の新聞紙の燃えかすの中に特定地域の新聞にしかない印刷のズレが見つかったんです。事件当時、印刷にズレのある新聞が配達されていた地域は青森市の浪岡町稲村地区。そしてその地区で緑のサンバーを所有しているのは小林ただ一人だけでした。こうして迎えた2002年3月4日、警察は半日以上の尋問の末小林を逮捕。2007年3月27日、小林は強盗殺人、殺人未遂、放火などの罪で死刑判決。死者が出てもなお悪いのは金を出さなかった店側だと言い放った小林に罪の自覚はなく、その判決は彼にとっては予想外のものでした。ショックを受けた小林は以降、死刑執行の日に怯え、心身ともに著しく衰弱、痩せ細り、常にうつろな表情をした彼は刑務所内で気づかずに失禁してしまうようなことも頻繁にあったといいます。2014年8月29日、56歳にして死刑執行を迎えた小林。彼は泣きわめき、糞尿を漏らしながら執行台へと引きずられていきました。そして最後の言葉はこうでした。俺は悪くない。恩人に頼まれての借金とわずかな額のギャンブルから始まった小林の借金地獄。彼の最後の言葉は、借金を繰り返す多くの人が自分でも気づかないうちに抜け出せない沼にはまってしまうことを言い表すかのようでした。